ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。帯渚です。マスター鷹山です。ということで、はい、尺八師範を目指そうというこの動画はまだ2回目ですけれど、はい、今日のテーマはこれでいきたいと思います。どうぞ。尺八の師範目指すもの、やはりね、何でも吹けないといけないと思うんですよ。いや、尺八が吹ければいいんですけど他のもの吹けなくても。いや、甘い。関係あるんですか？関係あります。例えばね、僕なんかはなんか筒状のものを見るとたまにね、光って見える時あるんですよ。あ、ここ吹けば音出るみたいなね、そういうなんか壺みたいなのがこう見える時があるんで、まあそこまでこういけば、あらゆるシーンに対応できる対応力とか、サバイバル力とか、そういうの大事だと思うんで。サバイバル力必要ですか？尺八。いや必要。もしね、ジャングルの奥地とかにこう迷い込んで、そこで生き延びなきゃいけないみたいな。いや、ジャングル行くことないですし。いや行きます。例えばね、そこの村尾さんに気に入られなきゃいけないみたいな時に、とりあえず土状のものをこう必死に探して、こうやって吹いて吹けますってアピールすると、そこから気に入られて生き延びれるかもしれないじゃないですか。そんなシーンありますかね？そんなシーンあります。他にやり方ある気がします。全然乗り気じゃないの。これを見てください。これ、スタッフさんにいろんなものを用意してもらいました。もう完全にスタッフさん素人だから分かってないです。これ吹けんのかっていうものいっぱいあるけど、これでもね、大体まあ8割9割はね、ここにあるものでも吹けちゃうと思うんで、筒状のものを吹けるようになっておくと、尺八も自然と上達していくってことですか？もうね、吹き方としては基本同じなので、だからどんな尺八でも吹けるようになる第一歩として、このいろんなものをちょっと一緒に吹いていきたいと思います。関係あるのかなっていう。全然乗り気じゃない、本当に。やるぞ。尺八。よし、じゃあ帯さん、どれから吹いてみます？いや、尺八に似てるものが何一つないんですけど。多分ね、この中で一番吹きやすいのは、これじゃないかなと思うんですね。おちょこですか？おちょこですね。ちょっとこう指でこんな感じにね、指を置いて、で顎でここを塞ぐ、で息の通り道を作ってここに息を当てる、そういうことができると、綺麗な音が鳴るんですね。すぐやれるよ。そう顎入れちゃっていいんですね。ああ、なるほど。どっからかね、息が漏れちゃって、後ろから漏れてるかも。そう。合ってますか？でもこれって今尺八吹けるけど、尺八の吹き始めに似てるでしょ。なんか出る瞬間と出ない瞬間ってなんでなんだろうみたいな。でしかもこの指をね、ちょっと広げたり閉じたりすると、音も高くなったり低くなったり。そう、これをさらにちゃんとね、コントロールすると、できるようになります。まあとりあえずおちょこは音出た。すごーい。じゃあちょっと次に行ってみようかなと思います。やっぱり帯さんといえばビール、ビール大好きです。おビールだと思いますので、ビールジョッキもねあります。キンキンに冷えててこれもね吹けます。さっきと本当に同じやり方で、上手。こっちの方が太いから周りから空気が漏れやすかったり、あとは吹くところと当てる場所がちょっと遠くてね、難しいかもしれないけれど、あと今何も入ってないから
これもうちょっと液体が入ってると狭くなって吹きやすくなる。で音も高くなるんで、じゃあビールが入った状況でやったのあんまりねたっぷりだとバシャバシャバシャってこっちに来るんである程度こう飲んで調整しながらちょっとこう吹くみたいな音の高さも変わるんでやってみると面白いかなと思います。一番この中で尺八っぽい見た目はもしかしたらこれじゃないですか。トイレットペーパートイレットペーパーの芯。はい。これもう本当にねただの筒なので、はい、かなりいい音します。はいはいはい。いいですね。これはコーン。はい。一回僕大きい工事現場のやつ、はい、吹いたことあるので、これもいけどうかな。ただねこれ難しい。どうやって出せばいいんだろう。いやこれはねちょっっと無理かも。尺八の動画ですよね。絵面としてはかなりやばい。何やってるんだっていう。これもできない気がするな。バケツ、これが難しいのは幅が広いからこう割れないと思うんですよ、中と2つに。そうなるとねちょっと難しくて、しかも広いからね。はい、無理ですね。できません。はい、これもやってみましょう。醤油皿。全然筒っていうか。これはこっちは無理。こっちは無理なんだけど、実は裏のこの溝。へえ。すごい。もうちょっとね、顎を引く。はい。まあこれはかなり上級者向けだと思います。はい、鷹山先生レベルじゃないと吹けないですね。いつでもサバイバルするためには貪欲に少しのこう段差も見逃さない姿勢は大事だと思うんで。諦めてました。そうそう、諦めちゃダメですね。はい。じゃあ次いきます。これは洗濯機の排水ホースですね。未使用なので安心してください。はい。こっち動かしたらね、本当は音が動くはずなんだけど。新しい。動かしてもらっていいですか。何をや。難しいな、ちょっと待って。何をやらされてるんでしょう。ちょっともう一回。ちょっとまあやってみます。惜しい音してますね。硬い方が楽なんじゃないかな。はい。はい。じゃあ次いきます。スプーンとかもありますけど。はい。このスプーンは多分出ます。結構浅いスプーン。貪欲に探ってますね。サバイバル力を鍛えてます。でも惜しい惜しい惜しい。はい。これもかなり上級者です。はい。さっきのスプーンと同じようなので、例えばこんなお玉なんかもね。まあいろいろ音は出るし。いろんなものが音出るんですね。フライパン、これ出ないと思うね。ちょっと待ってね。ちょっとあと30分ぐらいもらえれば多分出せるんだけどな。もういいです。夜間。はい。ここですね。ちょっと待って。でこっちもね多分。ちょっとね次はこれパスタ、こういう筒なのでこんなミニサイズですけど唇にもう乗っちゃってる。おお、ここですね。ここですね。はい、最後はじゃあこれにしましょう。ちくわ。まあやっぱり尺八といえばこれじゃないですか。ちくわ笛とかね。そうですね。はい、あります。
でこのままだと分厚いのでうん拭きにくい、はなので尺八みたいにちょっと形を作ろうと思うんで、はい先っぽちょっとかじって尺八の歌口と同じような形にしましょう。うん美味しいい。美味しい、ね、美味しいちくわですね。こんなに真剣にちくわ食べる人あんまり見たことないです。結構食べ過ぎじゃないですか。大丈夫ですか？ちょっとね調整に余念がなくてすごーい。プロのちくわ奏者の方がいらっしゃるんですよね。ちくわ奏者の方言ってましたけど、鳥取の顎を使ったちくわが硬くて分厚くて笛にしやすいって言ってました。これ普通のちくわだけど、柔らかいとどうしても空気がねきれいにスパッと切れにくいんで、ちょっと下の方を絞ってあげると出しやすくて、ちょっとつまみながらいろんなところやってみるとすごーい。もっとねこう曲げたりつまんだりしていろいろできます。ちょっともっと大きいちくわがあるともっといろんなことができるかも。まあちくわこんな感じです。はい、じゃあ美味しくいただきます。はい、ということでいろんなものを吹いてもらいましたけど、吹き疲れました。吹き疲れました。わかりました。なんかこう来たみたいな瞬間、音出たみたいな瞬間、本当に角度とかによって違うんですね。なので、ちゃんとその自分の息がどこにいるのかっていうことを常に意識しておくっていうのは、これはもう尺八を吹いてる時も大事な部分なので、わかりました。こうねしっかり今日は身につけてもらったかなと思うので、これでいつ尺八がなくてもすいませんちょっと今日これでいいですかこれでいいですかって言って演奏できるように、なれるかなと思って、サバイバル力を身についたと思います。はい、尺八今日のお稽古のおさらいということで、じゃあ早速、今日練習したこのおちょこで曲を吹いてもらおうと思います。曲は何を吹きますか？簡単なのがいいです。メリーさんの羊。はい、わかりました。メリーさんの羊行ってみましょう。はい、いきます。せーの。うまくなった。おちょこで吹けますね。嬉しい。いや素晴らしい。もうこれでいつでもどこでもサバイバルしていく。そうですね。はい。飲みながらもサバイバルできますね。そうですね。はい。ということで、まあ今日はここまでということで、次回は尺八を吹きたいと思います。はい。では今日はここまで。ありがとうございました。